めっちゃいい匂い。いいでしょう。いいよ。こんにちは、はみ肉チャンネルです。今日は肘折温泉の帰り道、国道47号で岩手に帰りますが、そこに数々の人があったので寄り道しながら帰宅します。まずは山形県、14台を製造している酒蔵高木酒造。ここでは販売も見学もやってませんでした。いただきました。運が良ければ近所の酒屋さんで高木酒造のお酒が手に入るかもしれませんが、そうはうまくいきません。その代わりここのご主人にはアドバイスいただき、山形の美味しいお酒を紹介していただきました。国道13号から国道47号に入って15分ほどの場所に、ここにキロがでんと構えてます。あ、ここも岸路なんだ。ねえ、そうかも。じゃあこっちもダメってことか。明治初期から昭和にかけて建て増しされていったであろう格闘は、複雑会議に入り組んで独特の外観。日帰り入浴は受け付けてなく、今回は中に入れませんでしたが、後で調べてみてびっくり。ここは山形県内に現存する最古の旅館建築と言われており、大正から昭和にかけて増築を重ねた館内はさまざまな時代の文化が混在する見事な調和があります。レトロと一言で済ますには素晴らしすぎます。そうかそうか。いや、すごいな。1万1000円なんだ。食事付きで。あ、2人でか。2人で？素泊まり？ああ、素泊まりだ。素泊まりあるかもね。素泊まりの場合どこで飯食えばいいんだろう。朝食なんだ。ここはすぐにでも宿泊しに行きたいと思いました。お湯に浸からずがっかりしていたら、駐車場の向こうに野源の湯の看板を発見。湯船がある。入れるのかな。産湯を探して谷川を下った弁慶が川辺に湯煙を見つけ、薙刀で岩を砕いたところ温泉が湧き出たとされる塩見温泉発祥の地。ロープに捕まったらいいんじゃないの。ちょっと高さある。落ちないように。対岸には家が立ち並び、入浴するには少し勇気がいりそうです。対岸から丸見えだよね。諦めきれず足だけでも使ってみることに。後で調べたら温度は58度から60度、高温で入浴は不可と書いてありました。初めて経験した温度、後でちょっとヒリヒリしました。これ死ぬとこだった。弁慶はこの湯を産湯に使用したとされています。さすが弁慶の子というところでしょうか。いやー、びっくりした。あんな熱いの入ったことなかった。入れて熱いじゃないの。熱い。いや、熱いと思ってないからさ。なんならぬるいかなと思って。はみ肉チャンネル。国道47号から南に少し外れた県道262号を走行しています。この時狭い道です。気をつけて。Google マップで見つけた田んぼの中にポツンと湧き出る温泉を探しに行きます。この写真だけでは何だか分かりませんが、何やら土管が埋まっていて湯が湧き出しているそう。日本のどこにでもあるような田舎の風景ですが、こんなところに本当に温泉が湧き出してるんでしょうか。入れない。まあそうだね。およそ400メートル先、目的地は左側です。
目的地が近いですが、それらしきものは見当たりません。まさかの登り立ってとこじゃないの？そうじゃない？あれか。違う。目的地は左側です。お疲れ様でした。あれだよきっと。あれ？周りに状況を聞く人もおらず、訳も分からず近づいてみます。いや、これは人んちだな。他人の敷地なので入浴は諦めます。お湯は30度程度、農業用水として使用しているようでした。ティディ熊谷さんのブログを拝見したら、源泉がこの裏山にあるらしく、市は許可を取って入浴されてました。私はどこに許可をもらいに行けばいいのかも分からず退散しましたが、見れただけでも貴重な体験でした。県道28号を経由して国道に戻る途中に八ヶ倉温泉があります。左方向です。続いて目的地です。ここに湯守の宿三之丞という素晴らしい宿があります。圧巻の岩風呂、そして歴史ある建築、山形の美味しい食材、できれば評判の岩風呂に入りたかったのですが、しかし残念ながら日帰りには対応しておらずいい再び47号に戻り、鳴子方面に向かう途中でかやぶきの家の天井を見つけ、しばし休憩。松尾芭蕉ゆかりの宿だそうで、中にいるとほっとする素敵な住宅でした。これすごい。奥の間がちゃんとあんだ、ほら。あ、そうだっけか。すっごい、まだあんの。すんごい広いよね。向かいに蕎麦屋さんがあり、ドライブの休憩としてちょうどいいところでした。あら、縦でした。はみ肉チャンネル。こんなとこ人来ないよ。鳴子温泉郷までやってきました。何度か来ている鳴子温泉ですが、ここに野党があると聞き探しにやってきました。場所は鳴子温泉から道路を隔てた向こう側の公園。こんなところに本当に温泉が湧いてるんでしょうか。きっとそこ終わったとこだね。さ、ちゃんとお風呂の形をしてないかもしれない。これなんじゃないかな。本当？どこから行くんだろう。ここか。うっすらと道があるような。よいしょ。いいよ。半ズボンの中よかった。うわぁ。暑い。ちょっと熱気を感じます。道ができてる。どこ？それ？川の方。なんとなくそれらしい雰囲気ですが、下は結構ぬかるんで歩きにくい。ああ。ていうか川。これは温泉じゃなくて川。しかし近づいて触ってみると、出てる。ああ、あったかい。うわ、すごい硫黄の匂い。紛れもなく温泉です。あったあった。でもね、15センチぐらい深さ。でもブクブク出てるよ。
すごい。ちょっと入れないけど。入浴するにはちょっと浅すぎますね。スコップなどで湯船を作る必要がありそう。ちょっとガスが心配かな。大丈夫なのかな。こっちはすんごい色してるな。あ、生あったかい。すごい。なかなか来れないわ。よいしょ。はい。すごいね。すごいね。本当だね。ストップ持ってってあ、ちょっと掘っ持ってて、貯めてみたいなことしないと。いや、半分ぐらいしかお腹丸々出るみたいな感じ。はみ肉チャンネル。一人500円。東鳴子温泉これぞひなび系統の高い高友旅館。その独特のお湯は温泉好きから大きな支持を受けています。宿の創業は大正時代の1924年、敷地内に4つの源泉を持っています。中でも有名な黒湯は安緑に濁った鳴子温泉唯一の鉄天然ラジウム泉です。日本屈指の名湯と呼ぶ人もあり、濃厚なお湯で湯上がりも温熱感が去りません。はい、すみません。大正末期の建築がそのまま残っている館内は非常に趣深く、雰囲気はかなりひなびています。口コミで汚いと書く人もいるようですが、それは個々の感覚の差、求めるものの差でしょうね。現在は黒湯、ひょうたん湯、ラムネ湯の3つが楽しめます。その他は源泉不調で停止中。長い長い廊下、どこに向かっているのか分かんなくなります。なんとなく探検っぽくていいですね。そうだな。私はひょうたん湯、妻はラムネ湯へ行きます。結構いい感じだな、なんか。まだ到着しません。素晴らしいビジュアルとクラクラするほどの油臭、温泉濃度の濃さが見ただけでわかります。すっごい油もいい香りがする。ホームページでは黄色透明と書いてありましたが、やや黒みがかって見えました。続いて黒湯へ向かいます。さっきの人もいそうだな。不純風呂、混浴の方。こちらも長旅。夜は女性専用時間があるようですが、今の時間は混浴、3名ほどがお湯を楽しんでいました。さすがに評判の名湯、油臭と黒い色は一度見たら忘れられないインパクトがあります。入浴後数時間は手からこの湯の香りが消えませんでした。こちらのラムネ湯も入ってみたかった。宿泊すれば男性が入れる時間もあるんでしょうか。噂に田川の名湯に入れて大満足でした。ありがとうございました。はみ肉チャンネル。別の日、ここからは一人旅、妻に振られて一人で米神戸にやってきました。滝が丸ごと温泉になる吹上温泉へのリベンジ訪問のためです。どうしても入りたくて雪をかき分けてやってきましたが、休館でした。いやー、すごい、あれがお湯なんだ。入りたかったな。というわけで再度やってきましたが、まずは近くの間欠泉へ。
間欠泉って見たことありませんでした。ちょっと興味があります。一人お願いします。はい。どうぞ。鬼神戸間欠泉には約10分間隔で15メートル噴出する間欠泉弁天と15分から20分間隔で4、5メートル噴出する間欠泉雲龍の2つの間欠泉があります。こっちも吹き上がるんだ。地下空洞に水分がたまり地熱によって定期的に噴出する間欠泉、豪雨音とともに15メートル噴出とありますから、きっとものすごい迫力なんだろうとワクワクが止まりません。どっから出るんだろうな。上流からの滝、湯気が出てます。きっと吹上温泉からの流れでしょう。そろそろ吹き上がる時間です。また。すごい。期待しすぎていたせいか少し拍子抜けでしたが、貴重な現象を拝見できましたので次に行ってみます。結構いるね。鬼神戸間欠泉から吹上温泉は数百メートルの距離。今日は天気も上々です。ぜひ滝に浸かりたい。鳴子温泉でこのポスターを見てからずっと行きたかった場所です。今日も人気がありません。実は来る前にウェブで探して電話をかけたんですが通じませんでした。すごくいいとこだけど人の気配がないな。ちょっとだけ空いてる。ないかな。看板も出てないしな。お、なんか営業してる感じ。あ、すいません。日帰り入浴ってやってますか？やってみますが、これの時滝壺が30度、なんとか温泉の状況や天候のことなど詳しく教えていただきました。滝壺は季節限定で5月から10月末ぐらいの間以外は冷たくて入浴できないようです。しかも雨が降ると温度に影響が出てしまうため、こうして入浴できるのは運がいいようです。まずは内湯から。弱アルカリ性の単純泉、温度は42度程度、外に滝が見えてます。これからあそこに入浴します。ワクワクが止まりません。宇宙で温まってからそのまま外に出ていきます。滝の前の露天もいい感じです。ここから先は混浴となっています。
目だけど全然いけるわこれ。念願の滝壺です。しかも独り占め。こんな人数があったんだ。とにかくこの景色の中でお湯に浸かれるのが素晴らしい。いつまででも眺めてられます。湯衣を着て入っていいそうですので、女性の方でも楽しめます。心洗われる体験、素晴らしいお風呂でした。いや、気持ちよかった。なんか写真で滝は見てたんですけど、実際見ると全然すごいですよね。思ったよりね。ただね、え後に乗ってるのは、ええ魚眼にはならなくてもワイドなんですよね。あ一般的な方は、あら、なんかもう少し大きかったような感じしたんだけど、あ、そうですかね。はい僕白鵬関が入ってるポスターとか、これをね、下の鳴子のとこのどこだっけな、新トロの湯っていうところに行ったところに貼ってあって、ここに来たくてずっとこう何回か来てたんですけど、東日本大震災以来JR と提携してもらってあ、新幹線で東京駅。いやでも実際来てみたら写真で見るより全然いいです。そうびっくりしました。よあ、すいません。はいじゃあお邪魔しました。どうも。とってもいい温泉でした。鬼神戸の周りにはまだまだたくさんの温泉がありますが、まだ行ききれてません。特に奥奥八黒温泉で教えてもらった野党がこの辺なんですが、未だに捜索中。また見つけたら報告させていただきます。彼らは人間に対してとてつもない恨みを抱いているだろうな。鳴子温泉郷は視聴者さんから教えていただいた馬場温泉などまだ行きたいとこもあるので、また再訪する予定です。